回紹介するのは中平拓磨によるサーキュレーション、日付、場所、行為と題された作品です。1971年のパリ青年ビエンナーレに選出された中平は、完成作を現地に送るのではなくパリで制作することを選びました。撮影から展示に至るプロセスも含めて、この実験的な作品の持つユニークさをここではお伝えしたいと思います。中平拓磨は1938年に生まれました。写真を始めた1960年代半ばから批評家としての活動も開始し、実作と理論の両面において大きな足跡を残しました。初期の作品はブレボケ写真とも呼ばれ、従来の写真表現を覆す試みとして衝撃を持って迎えられました。しかしその技法に注目が集まり、流行のスタイルとして認識されていったことで、中平はかつてと同じようには写真を撮れなくなっていきます。そんな時期に試みられたのがサーキュレーションでした。サーキュレーションは写真を使ったパフォーマンス的な作品とも言えます。中平は日々会場付近で目にしたものを無作為にとっては、その日のうちに暗室でプリントを仕上げ、夕方には会場に展示するという作業を繰り返していきました。プリントだけでなく、撮影から展示までの行為全体を一つの表現と意識しての作品制作でした。主催者とのトラブルで展示を中断するまでの1週間、中平は多数のプリントを制作しました。壁がいっぱいになると、床や受付のカウンターまでプリントを貼り、写真は増殖を続けました。当館で収蔵されている40点のプリントは、この作品群の一部で、残されていたネガフィルムから2012年に制作されたプリントです。当時の展示プリントの総数は500点を上回るものであったことが確認されていますが、当館では、このインスタレーション作品のエッセンスを伝えるべくイメージを選び、このように展示構成をしています。それでは写真の内容を見ていきましょう。展示の冒頭には日付と場所を示す手書きのプレートが掲示されています。プレートの日付を追っていくと、写されたイメージのその日ごとの変化も見ることができます。左端の数点は10月12日の展示物です。この日は雑誌や新聞などの記事の一部をクローズアップして複写しているのが特徴です。こうした印刷物も、街の風景と同じようにその日中平が見たものの痕跡としてこのように切り取られています。この年ちょうど昭和天皇が戦後初めてヨーロッパを歴訪し、10月初旬にパリを訪れていました。これは、その時の報道写真の可能性が高いです。そしてこのカリフラワーの写真は八百屋の店先でしょうか。1973年に刊行された中平の代表的な著作「なぜ植物図鑑か」の表紙に使われているイメージでもあります。そして14日のプレートにはパリ、ベルファスト、東京とあります。この表記に関連したプリントがこちらになります。ここでは当時通信社からテレタイプで配信されたニュース記事がこのように撮影されています。紛争最中の北アイルランドのベルファスト、そしてこちらには東京の文字が見えます。パリで受け取る他の地域の情報もその日中平が触れた現実としてこのように視覚化されています。また映画のシークエンスのようなこういった連写もこの日の特徴です。とりわけこの
水の広がる、路上で車の脇を通る人物を追った4点、これは特に中平らしいイメージだと思います。他にも、同じビエンナーレで展示されていたリューファンの作品を写したものもあれば、このように自身の、展示会場の風景を撮ったものもあります。そして誰かが写した中平の写真もこのように紛れています。そして10月の15日はパリの地下鉄や、路線図をこのように写しています。またこのように、時計もよく写されているのですが、これは時間や日付というコンセプトを意識してのことかもしれません。なぜ中平はこのように一日のさまざまな光景を捉えて会場でその集積を見せていったのでしょうか。当時の中平は写真を個人の内側にある感情の表れとして作品化することを否定しました。反対に外の世界が、自身に訴えてくるものをカメラで捉えようとしました。会場を訪れた鑑賞者は中平が触れた現実の断片を前にすることで、自分たちが日々どのような情報やイメージに影響を受けながら生活しているのか、改めて気づかされたのではないかと思います。サーキュレーションは一日の視覚体験を伝えるこうした独自の方法に面白さがあります。また同時に中平によって切り取られた現実の断片一つ一つも今なお注目すべき魅力を持っていると思います。